ペンネームとある陰キャ VTuber さんからのお便りです。でも先生、VTuber になってお友達を作りたいんですが、なかなかできません。どうすればいいか教えてほしいです。どうも、飲み屋でスカウトされてデビューした VTuber 講師ディスコテメテオです。VTuber 講師動画第10弾となる今回は、これまでの内容から少し離れて、いろんな方からリクエストのあった友達の作り方について解説していきます。大まかにこの3つ。1個目、友達作りのステップって何？ 2 つ目、一気に仲良くなる方法。3つ目、注意しておくこと。私のデビュー初期に恋愛塾とか友達の作り方っていう配信をしてるんだけど、それで語ってることをまとめた上でバーチャル YouTuber さんにも活用しやすく解説してます。リアルだろうがバーチャルだろうが関係なく使ってもらえる内容だと思いますので、チャンネル登録、動画の高評価、そしてできれば Twitter のフォローまでして最後までご覧ください。友達作りのステップ。友達って学生の頃とかはまだいいんですよ。半自動でクラスとか部活とか委員会とかっていうコミュニティを勝手に形成されて、その中で自然と人間関係とか作らされて、そのままその一部がさ、友人関係になってくみたいな感じのがあるじゃん。でも社会人になったりバーチャル YouTuber として活動していると、企業に所属して箱みたいな感じでまとまってる場合じゃない限り、半自動で友達できる装置みたいなのがないのよ。言うて社会人だと会社の同僚とかから友人ができたりするケースもあるけど、 VTuber ってなると半自動掃除マジでないじゃん。だからこそ友達ができるまでにそれぞれ段階ってのがあるよってのを知っといた方がいいんですよ。この図を見てください。前も見たよなーって思った方はこの VTuber 講師シリーズ常連ですね。おめでとうございます。人が関係性を築くとき、だいたいこの図で説明できるんですよ。だから恋人作るときもこの図で説明できますね。そんな話は置いといて、このステップパッと見ただけだと難しく感じるかもしれないんだけど、一番下って存在を知っている程度、相互に存在を認識してるってことなので、Twitter で見かけてるとか推しの枠のコメント欄で見かけるとかのレベルでも OK なわけよ。私も完全に人間だった頃がありますんでね。2022年の今現在、人類っていうのが約79億人いるってのも知ってるんですよ。その中で互いに存在を知ってるって結構レアな状態なわけ。一方的に知ってるってだけなら、私もジャスティン・ビーバーさんとか知ってるんでね。冗談はさておき、友達を作るってなると、まずこの一番下の母数が多くないと次のステップに進もうにも進めないんですよ。じゃあ次のステップはやり取りができるっていう状態。これはリプのやり取りでもいいし、リアルだと挨拶が交わせるとかっていう感じかな。言葉を交わそうと思ったら交わせる状態。 VTuber の友達作りって話になると、この後におそらくコラボしたことがあるみたいになるわけよ。一般的に言うとグループで遊んだことがあるみたいなイメージかな。その後に継続的にやり取りしたりとか会話をしたりとかするっていうステップがあって友達になっていく。これが友達ができる時の一般的なステップだと思ってほしい。ここで友達作りのステップに取り組む前に一個考えてほしいことがあるんですよ。何かっていうと、どんな友達が欲しいかを考えてほしいんです。例えば定期的にコラボができる相手が欲しいのか、配信外で一緒にゲームができるような相手が欲しいのか、日常のどうでもいいようなことを連絡できるような人が欲しいのか、何でもいいから相談を気軽にできる相手が欲しいのか、それともオフコラボができるような相手が欲しいのか。そのどんな友達が欲しいかっていうの結構大事なんだよね。欲しい友達に応じて対応が変わったりすることも全然あるし、こんな友達が欲しいって思ったイメージに自分もなるってことが大事っていう話。これどういうことかっていうと、返信が早くてたまに遊べる友達が欲しいですっていう人が返信遅かったらさ、返信早い人多分友達になってくれないと思わない？そういうことだから、こんな友達が欲しいなーって思ったら自分がそういう人になればいいっていう話ね。よく類友とか言って似た人たちが集まるって言うんだけど、こういうのも関係してると思うんだよね。に一気に仲良くなる方法。さっき紹介したステップの一段階一段階ステップを上げていくときに、相手との距離を縮めるってすごい大事だと思うんだけど、その方法を教えちゃいます。人と人とが一気に仲良くなるときって意図しなくてもできてる場合もあるんだけど、意識するとより距離が縮まるのが早くなったりとかするんですね。相手との距離を一気に縮める方法5つ。1つ目、共通点探し。2つ目、時間の長さよりも回数。3つ目、相手は話しかけるのを待っていると思え。4、相手の話
話に興味を持つ。5、名前呼び。他にもあるんだけど、意識してやることでダントツで一気に距離が縮まるのが1個目の共通点探しなんだよ。例えばさ、大都会東京で入学した大学、ちょっと心細いなと思って隣の席に座った子に話しかけたら、実は同じ出身だったって分かったら一気に距離縮まらん？例えばカバディっていうマイナーなスポーツをやっていて、会社に入社した時に同期でカバディやってる人がいたら超仲良くなると思わない？他にも有名なアニメが好きっていう人たちの集まりの中で、あんまり好きっていう人がいないキャラが好きっていう共通点があったら急に距離縮まったりしないですか？そう、共通点って大きい共通点ももちろんあるに越したことはないんだけど、よりマイナーなニッチなレアな共通点が見つかると急激に仲良くなれるんですよ。2つ目の時間の長さより頻度っていうのは恋愛とかでもよく言われるんだけど、1回に数時間とか長時間会うよりも1回10分とかでもいいからこまめに会ってる人の方が好意を抱く可能性が高いっていう研究結果があるんだよね。3つ目は、今友達が欲しいと思ってこの動画見てる人ならなんとなくわかるんじゃないですか？自分から話しかけるのあれだから話しかけてくれって思ったりすることない？ってことは、もしかしたら大多数の人たちはそう思ってるかもしれないって思って話しかけたら急激に距離が近づく可能性あるんだよね。4つ目はコミュニケーションのテクニックなんだけど、1対1で話をするときに自分の話2割、相手の話を聞くのに8割ぐらい意識を向けると、相手が今日めっちゃ楽しかったってなるんですよ。これも会話の満足度を調べた時に、自分の話をたくさんした時の方が満足度が高いっていう研究結果があるんだって。だからその人と仲良くなりたいと思ったら、喋ってる時にその人の話をいっぱい聞いてあげるのがいいんだよ。その時に役に立つのが相槌なんだけど、人って一方的に話してる時に相手がちゃんと聞いてくれてるかな、つまんなくないかなって気にするんだよね。だからいい感じの相槌を打ってあげることで気持ちよく喋れるんですよ。なんかモテる女のキャバ嬢のサチスセソとか聞いたことない？さすが知らなかった。すごーい。センスいい。そうなんですか？これできる女のサチスセソって SNS でもバズってたんだけど、人モテするために相手を褒めたり相手にいい気持ちで喋ってもらうための相槌のテクニックでもあるんだよね。5つ目の名前を呼ぶっていうのは、メテちゃんとかメテお姉さんとかニックネーム、あだ名みたいな感じのでもいいんだよ。その人のことをちゃんと名指しで呼んであげるって結構大事なの。極端な例出すと、誰かの配信に行っていらっしゃいって言われるより、メテオちゃんいらっしゃいとか言われた方が絶対嬉しいと思わない？その方が好意を抱く確率って上がるんですよ。他にも仲良くなるためのテクニックっていっぱいあるんだけど、相手と仲良くなりたいなら今回紹介した5つも含めて相手を尊重するっていうのが大事だよ。3つ目、注意しておくこと。ここまで友達を作るためのテクニックとかを解説してきたんだけど、ここでそもそも友達ってなん注意しておくべき5つのポイントっていうのも話してくね。そもそも友達って何なのって思ったことない？友達ってどっからが友達？私とあなたは今友達なの？みたいなやつ。結構多くの人がこの疑問を持ったことあると思うんだけど、友達作りのステップで最後に話してたどんな友達が欲しいかっていうのによってこのラインって変わってくると思うんだよ。メテオなんかはメテオが友達って思ったら友達って感じなんだけど、これはどうやら世の者たちの考えらしいので今回封印しときます。でもさ、そこそこ絡んでる人に私あなたのこと友達だと思ってる、これからもよろしくねとかって言われて嫌な気分になる人ってあんまいないと思うんだよ。だからもし私とこの子の関係って友達なのかなって思ったら、ねえねえもう友達って思っていいっていうのもありかも。どんな友達が欲しいかに関わらず注意しておくべき5つのポイント。これ注意しとかないと、どれだけ頑張って友達作ろうとしても周りから人が離れていくことになっちゃうので、たくさん友達欲しいなーって思ってるなら注意してほしい。1つ目、ネガティブは最小限に。2つ目、自分の発言が攻撃ではないか見直す。3つ目、見栄を張らない、嘘つかない。4つ目、連絡先交換とか個人情報開示等は慎重に。5つ目、打算の関係は打算で壊れます。3つ目まではそれやってる人と友達になりたくないじゃん。めっちゃネガティブな発言ばっかするんだったらさ、ずーっとネガティブな発言聞いたりとか悪口ずーっと言ってる人って自分の悪口も他の人に言ってるんじゃないかって思ったりとかするじゃん。そういうこと。2つ目の自分の発言が攻撃じゃないかっていうところなんだけど、最近ネットでよく話題になる女性蔑
メッシとかを含めた、そういう差別的な発言をしていないかとか、あるカテゴリーの人たちを軽んじるような発言してる人は仲良くなりたいって思われないので、そこは注意した方がいいよ。マジで。3つ目は、よくさ、港区女子のマウンティング合戦とかってネタにされるけど、マウンティング合戦してるところに参戦したいと思わないじゃん。1から3までは客観視したらそれだけで解決するポイントだとは思うんだけど、あんま仲良くない人の愚痴とかも誰も聞きたくないので、当たり前の話だと思うんだよ。4つ目は、インターネットが発達したこの時代だからこそ、自分の身を守るために注意しておかないといけないこと。Twitter の DM のやり取りくらいだったら全然いいと思うんだけど、LINE とか電話番号、住んでる場所、職場、フルネームとかを教えたり、リアルで会ったりとかするなら、この人なら大丈夫って思えるまではマジで避けよ。事件に巻き込まれてからじゃ遅いんだ。最後のやつは、自分の利益だけのための関係を作ろうとしないでほしいってこと。VTuber じゃなくてもリアルの人間関係で、いつもおごってくれるからこの人と遊ぶっていう関係って、それが崩れたら終わりじゃん。例えばバーチャル YouTuber だと、私の場合でよくあるのが、メテオと仲良くしてたら有名な人と繋がれるかもみたいな見え見えの態度とかあるんだよ。メテオのこと全然知らなかったのに急にコラボしませんかって言ってきて、ごめんなさい初めてお見かけするんですけどどういうコラボしたいですかって言うと、YouTube チャンネル見てきますっていうマジで打算的なコラボのお誘いとか、こういうのってやればやるほどマイナスなんだよ。毎度言ってる通り、人としてってのが大事だし、ウィンウィンの関係ってめっちゃ大事だよね。あとね、ファンを増やすの回でも言ったんだけど、出会った人全員に好かれるのは絶対に無理です。そんなんどれだけ立派な人でも、成人でも、神様でも無理だと思う。先に伝えた気をつけること5つと合わせて、当たり前だけど忘れがちなところだから注意喚起しとくよ。ってなことで、今回のまとめ。友達になりたい人の像に自分がなる。相手を知ろうとする気持ちが大事。人としてっていうのはここでも必要。ペンネームとある陰キャ VTuber さん、少しは参考になりましたか？陽キャ、コミュニケーションの強者と呼ばれ続けてきたメテオ先生からすると、友達作りも慣れです。まずはいろいろやってみて、悩んだらこの動画のコメント欄で相談するでもいい。まずは行動してみることが大事だと思います。今回の内容を活用してより充実した VTuber ライフを過ごしてください。ってなことで第10弾は以上。